どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年9号、ワンピース最新話1073話、ミス・バッキンガム・ステューシーを考察します。この1073話では、エッグヘッド近海に、エッグイヘッド、自称神が降臨する神回です。ゆえに考察要素がてんこ盛りです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミッカーの人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはじめに1073話の話数の理論を考えましょう。1073話と似ている類似話数は73話と173話。73話ではナミがアーロンを裏切っていました。1073話ではステューシーがルッチを裏切っています。173話ではビビに噛みつくバナナワニ。1073話ではルッチに噛みつくステューシー。173話では謎の人物ミスタープリンスからでんでん虫。1073話では謎の人物ミス・バッキンガム・ステューシーからでんでん虫。さらに1073話の反転話数も考えましょう。1073話をひっくり返すと371話悪を嫌う正義の男船切りこと T ボーン大佐。T ボーンは大技オードリーでゾロを襲う。一方1073話では鷹の目ミフォークのセラフィム S フォークがリリースを狙い、そしてゾロと戦っています。さらにオードリー、大鳥、不死鳥マルコも1073話に登場。さらに不気味な見た目で市民を守る T ボーンは同じく不気味な見た目で市民を守るウィーブルとつながる。まだあります。371話では市民を守る男 T ボーン。1073話では逆に権力者にこびる T ボーイが登場。 T ボーイとはお茶を運ぶ使用人のことです。1073話ではキザルが五老星にお茶菓子を運んでいます。ねぎり T ボーンとこび売り T ボーイ。さらにオードリーとはオードリーの語源は高貴な力という意味です。1073話の最後の大鳥には高貴な力を持つ五老星が降臨します。以上が過去とつながる1073話の話数の理論です。次に1073話の本編の考察を行いましょう。1073話のスタートは裏切りのステューシー。ルッチはその事態を飲み込めないという。ステューシーは860話でスムージーが絞ったキリンのエキス一番搾りを飲み込んでいましたけども、そんなステューシーはルッチを翻弄すると、なんと海楼石の口紅を取り出し、ルッチの首にタッチして牙を出して噛みつきました。やはりステューシーの能力は前回考えたようにエッチな悪魔サキュバスなのか。もうワイルドなんだから。ステューシーのハニートラップ。口紅は英語でリップスティック。眠気を誘うステューシーが表すものはリップ。安らかに眠れ。それはレストインピースの略で死者に向ける言葉です。リップ唇とリップ安らかに眠れ。そんな妖艶な言葉でルッチを眠りに落とします。これが1073話の話数の語呂合わせ一つ目。I wanna sleep I wanna sleep でしょう。 I wanna sleep とは日本語で眠たいんだ。猫の実のルッチがねんねんころり。日本語で猫の語源はよく寝る子猫です。そしてベガパンクの分身の猫ヨークもよく寝る子。1071話でベガパンクが謎の味方と通話した時、その後ろではヨークがよーく寝ていましたから、ヨークはおそらくステューシーのヒントキャラか。つまりステューシーは色欲のサキュバスか。そんなステューシーが取り出した口紅とはリップスティックの他にルージュとも言います。前回1072話ではボニーはステューシーと同じ人同じエースの母親ルージュのクローンではないか、そのように考えましたから、この可能性がもしもあるならステューシーの口紅ルージュとルージュのクローンのボニーなんていう表裏一体が成立するかもしれません。ちなみにクローンの語呂合わせはクローン。96話ではクイナにそっくりなタシギが登場しています。それはまるで生き写しクローンのようです。もちろんタシギはクローンではないでしょうけども、なかなか面白いつながりです。とにかくステューシーの裏切りに驚く麦わらの一味。どうやらステューシーは20年以上も政府に潜伏して、偶然にも CP0 に加入して、偶然にもベガパンクの暗殺にやってきたという。やはり世界政府は無能、五老星は無能星。ステューシーの裏切りでルッチとの戦いは終わりましたが、セラフィムたちは未だにラボを攻撃中。これはルッチとステューシーの意見が同列のため攻撃停止命令を出せないと言います。これが1073話の話数の語呂合わせ2つ目。統治の差でしょう。
7は中国語で地位です。統治とは人や国をまとめること。この1073話の最後には世界の統治者も現れます。止まらないセラフィム S フォークの攻撃をゾロがディフェンス。S フォークはここでゾロの強さにビビっています。そこに駆けつけたエジソンがやっと叫んでセラフィムたちは完全停止。しかしエジソンは爆発に巻き込まれたかと思いきやグルフィムことサンジがエジソンを助けました。ここで悪態ばかりついていたリリースがエジソンが無事だったことで泣いています。これが1073話の話数の語呂合わせ3つ目、人の涙。人の涙でしょう。こちらは語呂合わせのみ先週予測できました。1073話で涙を流すのは悲しきボニーかと考えていましたが、この1073話で涙を流したのはリリースと、そして年老いたミス・バッキンガム・ステューシーでした。お前かい。戦いが終わったエッグヘッド、シャカはステューシーも船に乗れと勝手にサニー号に乗せます。ヤマトも乗ったことがないのに。麦わらの一味と共にエッグヘッドを出るようです。しかしベガパンクとボニーがいない。これではまだエッグヘッドを脱出できないかもしれません。場面は変わってワノ国の近海、白ひげの故郷スフィンクス。なんとマルコが鬼ヶ島で戦っている時、スフィンクスには白ひげの財宝を狙って海軍ラーテルが押し寄せてきたという。ラーテルとはイタチ科の動物で、日本語では別名ミツアナグマ。前回1072話ではバーソロミュークマの話、今回1073話ではミツアナグマのラーテルが登場。さらにステューシーの能力が悪魔なら、クマとアナグマと悪魔がリンクしている。そんなミツアナグマことラーテルとはかなり獰猛な動物だそうです。海軍ラーテルは子供や年老いた老婆にも銃を向ける下道。そこへイケメンが現れました。怪物ウィーブル。トータンの故郷を守る白ひげジュニアウィーブル。小田先生は以前ウィーブルにはイケメンなエピソードが用意されていると予告していました。優しい村スフィンクスを守ったヒーローのウィーブルですが、その後海軍大将緑牛荒牧が現れてウィーブルを連れ去ったといいます。ウィーブルは白ひげの故郷を守るために捕まったイケメン。しかし愛する息子ウィーブルを失ったバッキンは大号泣。それは語呂合わせ人の涙。バッキンは元ロックス海賊団で自称科学者、さらにマッツの居候だったそうです。これが1073話の話数の語呂合わせ4つ目、ゼロを前につけて老いの波。老いの波でしょう。老いの波とは辞書にも載っている言葉で年老いることです。前回の語呂合わせ予想では荒れる波だと考えましたが、そんな単純な語呂合わせは小田先生はしませんでした。マニアックな言葉、老いの波です。老いの波とは顔のシワを波に例えた言葉です。これは前回1072話のボニーの能力オイルショックがヒントだったのでしょう。さらに1073話では年老いたバッキンと、そして年老いた五老星も登場します。このバッキンと五老星は2人とも杖をついています。そして白ひげの故郷はスフィンクスの優しい村、つまりかの有名なギリシャ神話スフィンクスの謎。朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足で歩くものなんだ。答えられない旅人はスフィンクスに食べられてしまう。その答えは人間。赤ん坊の時は4本足、後に2本足、年老いると杖をついて3本足になるから人間です。909話でスフィンクスは怪我をして3本足でした。そして天上金を支払えないスフィンクスの人々は人権がない、人間ではない。これが1073話の話数の語呂合わせ5つ目、人並みでしょう。人並みの暮らしさえ奪う海軍と世界政府。そんなスフィンクスはインペルダウンに登場して麺類を中心に言葉を覚えていました。ラーメン、タンメン、ウィーブルはイケメン、オッケー、スタッフ。さらに1073話の隠し語呂合わせは老いの波からの老いの波です。なぜならナミの未来は2つのルートに分かれていました。92巻 SBS にはナミの60歳の未来が描かれています。一つはステューシーのような美貌を保った老いの波、もう一つはバッキンのような金を要求する老いの波。ナミはお金が大好きですからお金好きのバッキンとリンクしているでしょう。もちろんナミさんはできればステューシーのような未来でお願いしたいところです。
脱線しましたが、本編に戻りましょう。バッキンは白ひげの遺産をくれと泣きながら要求しています。さらにバッキンは白ひげとウィーブルの血縁を疑っているのか。そうであればベガパンクが証明してくれるとマルコに詰め寄ります。これが1073話の話数の語呂合わせ6つ目、問うチミ。問うチミでしょう。チミとは身内、血縁者という意味です。このウィーブルとバッキンの親子のエピソードは何でしょうか。バッキンはその昔愛していた白ひげのクローンを血統因子から作ったのか、それがウィーブルなのか、そしてウィーブルを自分の息子だと認定したのか。もしもそうであればこのエピソードは前回のクマの記憶とつながっている。ここで試しにバッキン親子をクマの親子に当てはめてみましょう。息子のウィーブルは娘のボニーに変換、母親バッキンは父親クマに変換すると、例えばクマにもその昔愛していた女性がいた。クマはその女性のクローンを作った。それがボニーであり、クマはボニーを娘にした。それこそがクマの記憶の秘密なのか。そのように考えられるかもしれません。場面は変わってエッグヘッド近海。なんとついに来ました。天竜人、神であり統治者、世界最高権力者ゴロワー星、いやゴロー星、エッグイヘッド。ゴロー星の中でも唯一杖をついた老人、ジェイガルシア・サタン星。せいせいせい、冷静に。興奮してるのはお前な。20年以上引きこもっていたゴロー星がついに単独で海に現れました。これが1073話の話数の語呂合わせ7つ目、インナーサークル。インナーサークルでしょう。インナーサークルとは権力中枢部の側近、組織内で実権を握る少数の人々のことですから、まさにゴロー星そのものを表すゴロワー星です。そんなサタン星はなぜエッグヘッドに来たのか。それは最強の兵士セラフィムたちを手なずけられる意見順位が唯一ベガパンクよりも上だからでしょう。政府としてはセラフィムを奪われるわけにはいかないと。それこそがゴロー星サタン星が海にやってきた理由ですが、しかし以前考えたように天竜人ゴロー星は竜である桃之助とは逆に何らかの方法でラオジーのように若返り戦闘に参加する可能性もあります。もしもそうであれば最終バトルはゴロー星 VS 超新星。竜であるカイドウと戦ったワノ国と表裏一体になるなら、天竜人ゴロー星と戦う最悪の世代超新星。そのような表裏一体の可能性はあるでしょう。そしてサターンとはサタン、悪魔。いや、悪魔ではなく土星のことです。つまり惑星の名前がゴロー星には付けられている。やはり人手のパッパグがデザインしたクリミナルブランドがヒントでしたね。クリミナルブランドとは犯人は星という意味の洋服ブランドで、初めて天竜人の説明をしたのもパッパグでした。仲良し5人組ゴロー星が登場するときは常に同じ並び方でした。すると曜日の順番で並んでいるなら、火星マーズ星、水星マーキュリー星、木星ジュピター星、金星ヴィーナス星、土星サターン星、そして神の名を持つ3つの古代兵器は、古代兵器ウラヌスが天王星ウーラノス、古代兵器ポセイドンが海王星ネプチューン、古代兵器プルトンが冥王星プルートゥー。惑星イコール神々の名前です。だから太陽の神ニカは神の名前がついているとなると、月を表す人物はイム様なのか。これなら月の民を目指した自称神エネルとつながります。そのように考えるとイム様の名前はイム・アルテミス星。ギリシャの月の神アルテミスは鹿を連れています。以前考えたようにイム様のヒントキャラはクレハ。908話で初めてイム様の名前が登場。それは長寿のドクタークレハがイム様のヒントキャラでしょう。ドクタークレハは鹿ではなく鹿科のトナカイチョッパーを連れていました。そのように考えるとゴロー星の役割とは、月に代わってお仕置きよ、セーラー戦士のような存在だった。セーラーとは船乗りのことです。セーラームーンとは船乗りの月、船乗りの戦士ゴロー星参上。ちなみに小田先生がデビューした時のペンネームは月秘水キコンドー。
です。そのように考えると神々の配置はこう。ルフィが太陽で黒ひげは以前考えたようにブラックホール。するとイム様は元月の神、現在は青い星の水の惑星の神。つまりやはりずっと考えてきたようにイム様の能力は水や雨、海の神様なのか。イム様が月から移住したため月には水がない。そのように考えられるかもしれません。しかし以前考えたようにワンピースにおいて月といえば光月家もいます。古代のギリシャ神話では太陽の神と月の神と夜明けの神は3兄弟です。次に五老星 J ガルシアサターン星の J ガルシアの由来とは何でしょうか。 J ガルシアのモデルはジェリー・ガルシア。アメリカの5人組ロックバンドグレートフルデッドのメンバーに似ています。グレートフルデッドとは偉大なる死者、そしてグレートフルデッドのマスコットはクマです。そんなサターン星は知的な雰囲気を出していますが、我々はもう知っています。五老星は無能星、イム様のただの T ボーイ、使用人です。五老星は頭脳明晰だからあの地位にいるのではなく、おそらく戦闘力が高いからあの地位にいるのではないでしょうか。以上です。続いては次号1074話の展開を話数の理論から考えていきましょう。さて来週のワンピースは、まずは1074話の反転話数から考えましょう。1074話をひっくり返すと471話 My Friend。 471話ではペローナがスリラーバーグからすぐに脱出するために荷物をまとめていますから、1074話ではエッグヘッドを出るために荷物やベガバンクたちがサニー号に乗りそうです。そしてナミとローラの友情も描かれていますが、ナミは自分は男だとローラを騙していました。そんな471話の語呂合わせは心内、心の内という意味ですから、今度こそボニーが熊の記憶に触れて熊の心の内がわかるかもしれません。それは熊とベアバンクの友情の話なのか。次に1074話の類似話数74話と174話も考えましょう。74話ではナミがウソップを救うためにウソップを殺したふりをしています。一方174話ではミスタープリンスサンジがクロコダイルを騙しています。つまり1074話では誰かが嘘をつきそうです。そんな1074話の話数の語呂合わせ予想一つ目は手なし。手なしというのはどうでしょうか。日本の慣用句には騙すに手なしという言葉があります。その意味は2つ。騙されたら打つ手がない、もしくは騙す以外に方法がないという意味です。やはり誰かが嘘をつくのか。1074話の話数の語呂合わせ予想2つ目は0を前につけて応答なし。応答なしというのはどうでしょうか。エッグヘッドに先行して上陸しているルッチたちが倒されて応答なし。ボニーとベガバンクは失踪して応答なしです。ただしルッチの鳩ハットリはまだ寝ていません。あのハットリがキザルに報告しに行くのか。1074話の話数の語呂合わせ予想3つ目は人となす。人となすというのはどうでしょうか。4は中国語でスーと読みます。人となすとは一人前に育てるという意味です。ボニーの成長が熊の記憶で語られるのか。ちなみに熊の記憶といえばドレスローザ編では熊の T シャツを着た子が行方不明になっていましたが、最後には笑顔になっていました。ドレスローザ編ではおもちゃたちに記憶が戻りましたが、世界征服のおもちゃパシフィスタクマにも記憶が戻ってほしいです。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。またね。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。